スマイルプログラムは持続可能性に配慮しつつ、生産性を向上させるために農園の管理方法や技術を指導しています。小規模農家の世帯が継続して安定した収入を得られるようシステムを変えていく。カオのビジネスを持続可能なものにするためだけではなく、世界中の人々の心豊かな暮らしの実現にも貢献します。こんにちは。花王株式会社 ESG 部門のダグラス・サヤです。この動画ではビジネスパートナーを対象とした DE&I 活動であるスマイルプログラムについてご紹介いたします。スマイルプログラムとは、サプライチェーン上でエクイティを実現するためにインドネシアの独立小規模パーム農園を支援するプログラムです。具体的にどのような活動を行っているのか、花王購買部門のタン・リンチアさんにご紹介いただきます。タンさん、よろしくお願いします。タンです。よろしくお願いいたします。まず、スマイルプログラムが発足した背景を教えていただけますか？顔にとって最も大切な自然資本といえば、洗剤やシャンプーなどに広く使用される界面活性剤の主要原料となるパーム油です。主要生産国のインドネシアでは様々な課題を抱えています。パーム油の生産の 40% を占める独立小規模農園では、非効率的な栽培方法のため収入も不安定で、多くの生産者の生活水準は高いとは言えません。RSPO から持続可能なパーム油に対する認証を習得することで、彼らの販売価格に加えて認証プレミアを受けることができるのですが、それを習得するために必要な技術や知識は独立小規模農園には不十分でした。加えて、パーム油の原料となる油ヤシのプランテーションが急速に拡大することで、森林破壊や生物多様性の損失だけではなく、先住民や労働者の人権侵害、強制労働、児童労働などの問題も生じています。なるほど。これらの課題を解決するためにスマイルプログラムが立ち上がったということですね。具体的にどのような活動を行っているのでしょうか？スマイルプログラムは、花王と油脂製品製造及び販売会社のアピカルグループ、農園会社のアジアンアグリの3社が共同で始めました。このプログラムでは持続可能性に配慮しつつ、生産性を向上させるために農園の管理方法や技術を指導しています。そして RSPO 認証取得を支援しつつ、収穫量を増やすことで新規農園開発の抑制や農家の収入向上を目指しています。その他にも安全な作業方法に関する教育やヘルメット、手袋といった安全対策器具の支給などを通じて安全な労働環境の実現を目指しています。安全な労働環境があり、生産性も向上して安定して収入を得ることができれば生活水準が改善されます。小規模農家の世帯が継続して安定した収入を得られるようシステムを変えていく、つまり生産者をエンパワーメントしてエクイティを実現するための活動でもあると、そういうことですね。はい。さらに最近ではより多くの生産者の声が拾い上げられるようなシステムとして、グリバンスメカニズム、人権尊重のための通報窓口を開設しました。第三者機関の NP を経由して顔に直接生産者の声が届く仕組みのことで、これまで声を上げにくかった生産者の声を顔が状況確認を行い、是正するなどの対応ができるようになりました。誰一人取り残さないよう、すべての人が公正にアクセスできる取り組みだと考えています。なるほど。サプライチェーン上で取り残されやすい人々にも声を上げていただく場をしっかり設けることは大事ですね。では、スマイルプログラムは花王の ESG 戦略、キレイライフスタイルプランの中にある責任ある原材料調達、人権の尊重、脱炭素の達成に向けた取り組みになるのでしょうか？はい、スマイルプログラムは花王のビジネスを持続可能なものにするためだけではなく、世界中の人々の心豊かな暮らしの実現にも貢献します。では、キレイライフスタイルプランの花王アクションである責任ある原材料調達について、もう少し詳しく教えていただけますか？もちろんです。これは花王の責任ある原材料調達に向けての調達基本方針です。公正、公平、順法、倫理、社会的責任を持つためにお取引先に求めるパートナーシップ要件として多様性と重要性のある職場環境の構築を求めます。今回取り上げたインドネシアのパームがそうですが、
ハイリスクサプライチェーンからの調達の際には、お取引先との ESG 推進活動を行うことで、責任ある原材料調達を行っています。各階層で D&I の理念が盛り込まれてますね。はい、今日話したパームにフォーカスしますと、持続可能なパーム輸出達における中長期計画はこのようになっています。2013年現在は課題の本質解決として、グリーバンスメカニズムの納入やスマイルプログラムによる独立小規模農園の支援を行っていますが、リスク把握改善方法として、2025年までにカオグループで使用するパーム油を RSP を認証用に 100% 切り替えること、2025年までにパーム農園までのトレーサビリティを 100% 完了を目指しています。また、2023年中にはカオのパーム油サプライチェーンにおける森林フットプリントを納入します。カオは社会のサステナビリティへ貢献すべく、今後も可能な部分から責任ある原材料調達に取り組んでいく必要があります。花王としての責任も大きいので、戦略的に、そして目標を明確にしながら取り組んでいくことの重要性を改めて感じました。本日お話を伺って、スマイルプログラムは人権尊重を基盤としつつ DEI の推進にも貢献できるプログラムだということがよくわかりました。タンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。